バスで行ってきました。夜から翌日は雨になるので、夕方から夜にかけて桜を見に行きました。ダイジェスト版ユキヒョウの旅。今回も伊東園の送迎バスで行くんですが、下田まではとても時間がかかります。上野出発が8時45分で、ホテル花岬の到着が15時20分予定。海老名サービスエリアの休憩と伊東マリンタウンの昼食休憩もあるけれど、6時間を超えるバスの旅です。では、旅のスタートです。8時47分、上野を出発。9時42分、横浜のバス停車場が空いていないということで、大黒パーキングエリアで10分の休憩。10時12分、約12分遅れで横浜集合場所に到着。11時15分、海老名サービスエリアで20分の休憩。残念ながら席は山側でした。席は指定席なので選べません。12時半ごろ、湯河原を通過。12時40分ごろ、熱海を通過。ホテル大野屋も通過。13時17分、道の駅伊東マリンタウンに到着。約40分のランチ休憩。1階にはお土産屋さんがいっぱい。まずは2階のそばダイニングラックに向かいました。他にもテイクアウトもできる海鮮丼屋やラーメン屋さんもありました。生桜エビと釜揚げしらす丼の C セットを選びました。景色を見ながらゆっくり食べていたら、あっという間に時間が経ちました。14時、予定より30分遅れで伊東園ホテル本館松川館別館に到着。14時54分、34分遅れで伊東園ホテル熱川に到着。15時13分、33分遅れで稲取に到着。15時半ごろ、浜橋から河津桜が見えました。15時50分、予定より30分遅れてやっとホテル花岬に到着です。18時から夕食を食べて、夕食の後で夜桜を見に電車で河津に行く予定でした。でも夜から明日にかけて強い雨ということで、夕食を19時開始にして急いで河津に出かけることにしました。とりあえず荷物を置きに部屋に行きます。コンパクトな玄関。横には靴箱。鍵はボタンを押す旧タイプ。最近これあまり見ないわね。じゃあオーシャンビューの部屋に突入よ。いつもの通りすでに布団が敷いてあります。布団がす巻きパターンね。お茶菓子はいつもの味じゃなくてししゃもでした。窓からは下田港が一望できます。
ホテルの庭には河津桜が咲いています。洗面、ガス、トイレ。では、急いで河津桜祭りに向かいます。ホテルから伊豆旧下田駅までは徒歩10分くらい。16時26分発のかわいい金目電車なので並んでいました。河津駅の到着は16時39分。帰りの電車は河津駅発18時34分。現地で約2時間、桜を楽しみます。まだ明るいうちの桜から夕暮れ時の桜、そしてライトアップされた桜を楽しめました。河津桜祭りは初めてでしたが、今度はもっとゆっくり見たいです。帰りに河津駅に向かう途中で雨が降り出して、翌日までずっと降っていました。19時開始の夕食には少し遅れてしまいました。食事会場はフロント横にあり、とても広くて明るい会場です。一口ずつ全部持ってきました。伊東園ホテルなので食べ放題、飲み放題です。21時ごろ温泉に入りに行きました。大浴場と露天風呂が同じ場所にあるので便利です。伊東園ホテルは大浴場と露天風呂が離れた場所にあることも多いもんね。ちなみにこのホテルには貸し切り風呂はありません。残念。今回は到着が遅くて予約は取れませんでしたが、ビリヤードやカラオケ、卓球があります。カラオケと卓球は予約しなくても利用できる場所もあります。久しぶりに一人卓球をしました。左手対右手の戦いです。楽しいのかな？楽しいわよ。ゲームコーナーもあります。レンタルサイクルやコインランドリー、釣り竿もあります。夜の部屋からの景色です。雨はそこそこ激しく降っています。翌朝、雨が小降りだったら港やペリーロードに散歩に行きたかったのですが、強めの雨が降っていました。7時半、朝食。朝食は夕食と同じ会場です。一口ずつ全部持ってきました。ごかゆがサラサラだったのが良かったです。小雨になったら下田ロープウェイもいいかなと思いましたが、激しい雨でした。雨は激しいけれど、ホテルの河津桜を見に外に出ました。短時間で雨でべちゃべちゃになりました。最後に温泉に入り、12時にはもう送迎バスの出発時間です。下田は遠いから一泊だと滞在時間が短くなっちゃうね。下田はロープウェイやペリーロード、黒船の遊覧船、水族館など見どころがたくさんあります。
2泊で来れたら良いのかも。12時、ホテルを出発。帰りは海側の席でした。12時40分、稲取到着。13時、熱川到着。13時50分、伊東園ホテルに到着。トイレ休憩。14時50分、鈴広江ノ浦店で30分の休憩。食事はちょうど営業時間外になってしまいました。お腹はそれほど空いていなかったので、かまぼこセットを食べました。お酒は日本酒ベースの梅酒を選びました。16時、海老名サービスエリアに到着。20分の休憩です。20分って結構短くて慌ただしいんです。お土産とかかって慌てて戻ったんです。他の乗客も短い時間でいろいろ済ませて戻ってきたと思います。しかし今回はなんと2名の老女が20分も遅れてバスに戻ってきたんです。しかも謝罪もありませんでした。ブラックリストに入れてほしいです。予定より40分遅れて19時に上野に到着しました。おしまい。